クローンとは遺伝的に同一である個体や細胞の集合。ナルトとボルトの世界でも科学技術の発展によって存在しています。今回は本人よりも強い疑惑のあるクローンをご紹介していこうと思います。彼らはオリジナルとは異なる性格を持つことがありますが、オリジナルの別の一面と言える部分が見られることもあるので面白いです。クローンの言動からオリジナルの本心が読み取れるかもしれません。渦巻きナルト。渦巻きナルトでクローンといえば影分身の術が思い浮かびますが、本動画で取り上げるのは生物学的なクローンです。アニメオリジナルストーリー力では、ナルトのクローンが最大の敵として登場しました。このストーリーは第4次臨界大戦が開戦する前の出来事を描いたもの。薬師兜が江戸転生を含めた技術を試している段階、ナルトはまだクラマの力をコントロールできていない状況でした。ナルトのクローンは兜の実験の成果の一つ。兜はオロチマルの細胞から作られた蛇に遺伝子情報を再生させる能力を与えました。この蛇にナルトから奪った細胞核を植え付けることでクローンが誕生したのです。同様の技術で非弾のクローンも作られています。ナルトのクローンはいつものナルトとは異なり、手段を選ばずに力を欲する言動の数々が印象的でした。クラマによると、このクローンはナルトの本性とのこと、怒りや憎しみに身を任せて暴れ回る様子に共感し、チャクラを与えていました。物語の終盤では、再び現れたナルトのクローンが地下深くに眠る力を得て強化、邪悪なオーラをまとった異形になりました。あまりの強さにもはや誰も手がつけられない状態に、ただ最後にはクラマの力を一時的に制御したナルトの決定的な一撃を打てたとともに、力を失って崩れ去りました。ナルトのクローンは、原作で登場した試練の滝の闇ナルトを彷彿とさせます。彼らを超えるためには、自分の怒りや憎しみを受け入れることが求められました。クローンの存在はナルト本人にとって、クラマの力をコントロールする試練の一環だったと言えます。白絶。白絶は大筒かぐやが真珠を用いて生み出した生体兵器です。かぐやは人々を真珠に取り込ませることで大勢の白絶に変え、いずれ来る脅威に対抗するつもりでいました。これが白絶が作られた元々の経緯です。かぐや以外にも、内葉まだら、内葉帯と、薬師兜が白絶を作り出しました。彼らの場合は、下道魔像と千手柱魔の細胞を使って複製しています。十尾の抜け殻である下道魔像を触媒に、柱魔細胞を培養させて量産したものが彼らの白絶です。マダラによると、白絶は劣化した柱魔のクローンだとも言えるとのこと。劣化していたとはいえ、第4次臨界大戦では重要な戦力として活躍しました。柱魔のクローンというだけあり、その能力は非常に厄介なものが揃っています。いくつかの木遁忍術をはじめ、チャクラを奪う奉仕の術や、触れた相手のチャクラと姿を真似る成り代わりの術など、簡単に対策できないものばかりでした。忍びたちが仲間か成り代わった白絶かを判別する際に疑心暗鬼になっていた様子が印象的でしたよね。そして対戦終盤では、白絶の中でも特別な強さを誇っていたグルグルと呼ばれる個体が登場しました。オビトの成長をそばで見守っていたマダラの従者です。彼は全身が鶴のようなもので構成されており、その中は空っぽ。人間を一人取り込むことで力を発揮します。柱魔細胞に適合したヤマトを取り込んだグルグルは、柱魔の先方木遁神数千樹に近い高度な木遁忍術を発動していました。多くの忍びを相手に圧倒。さらには三代目ほかげ、サルトビヒルゼンの江戸転生体とも互角に渡り合っていました。五大性質変化を使った忍術を繰り出す様子からは、臨界でも最上位の強さであったことが伺えます。二代目マンダ。二代目マンダとは、オロチマルの口寄せ動物であったマンダの細胞に兜が様々な改造を施して誕生した大蛇です。兜の持つあらゆる薬を投与したことで強さ、大きさ、感知能力などが初代マンダを超えました。その全長は作中でも最大級の生物である島亀に巻きつくことができるほどのもの。皮膚も非常に強固で、島亀にある鋭いトゲをものともしませんでした。二代目マンダの見た目は初代のものと少し違う箇所があります。頭の角がなくなっていることの他に、手足が生えているという点も特徴的です。薬によって細胞が活性化した影響だと考えられます。もはや蛇と言っているのかわかりませんね。口寄せの契約者である兜は、あらゆる実験体から力を取り込んだことでその体を蛇から竜へと進化させました。二代目マンダからは、彼の研究の過程が感じ取れます。美月。美月はオロチマルの息子であり、オロチマルによって作られた人造人間でもあります。同じ遺伝子情報を持った別の体が複数存在しています。ナルトガイデン、水田月が照らす道で登場したログと呼ばれる男もその一人、美月本人よりも先に作られた人物でした。彼らはボルトのことを自分の生きる意味、太陽としており、自分の進む道を選択する上で大切にしているようです。美月の戦闘能力は忍者アカデミーに在学していた時点から抜きんでたものがありました。フートンとライトン、
2つの性質変化を扱うことができる高い技術を持ちます。さらには精鋭邪種など、オロチマル譲りの蛇を使った術を使いこなします。この蛇で相手に毒を盛ることができるのはもちろん、反対に抗体を作り出すことも可能。相手の懐に忍ばせることもできるなど、蛇が役立つ場面は多岐にわたります。そしてなんといっても、生来から仙人モードに形態を変えることができる点が彼の強さを最も表していると言えるでしょう。オロチマルでさえ一度習得を断念している仙人モードの力を遺憾なく発揮していました。ボルト原作ではこの力を特に問題なく使っている様子が描かれています。戦術チャクラでできた蛇を使って攻撃する先方オロチミカズチは、ミツキの扱う術の中でも最強クラスの術です。能力からはオロチマルの息子であることが伺えますが、どのように作られたのかは未だ不明。ミツキの元となった灰が謎に満ちている状況です。オロチマルはなぜミツキを作ったのか、そしてミツキはどのような道を選んで歩んでいくのかが気になるところです。内波神。内波神はオロチマルの実験体であり、その実験体の細胞から生まれたクローンでもあります。ナルト完結後の物語、ナルトガイデン、7代目ホカテと赤色の花つ月で登場しました。彼らの元となった実験体のシンは、内波イたちに憧れを持っていたことから内波を名乗っています。平和は人としての進化を止めるという思想のもと、新たな暁を組織する目論みがありました。多くの人数がいるクローンもその流れで同じ名前を持ち、彼の手足となって行動していました。彼らは内波をただ名乗っているだけであるため、本当の内波一族ではありません。とはいえ、彼らはオロチマルによって複製された車輪ガンを移植されており、ある程度使いこなすことができます。さらには万華鏡車輪ガンを発動することも可能。その動術の内容は、マーキングした物体を自在に操作する能力と時空間忍術です。シンがここまで車輪ガンを使いこなすことができているのには、ある特別な理由がありました。シンは移植された組織への拒絶反応を全く示さない得意な体質を持つのです。改造次第でいくらでも強くなれそうですよね。オロチマルはシンのこの体質に目をつけ、志村団蔵の右腕を作り出しました。団蔵が柱魔細胞と車輪ガンを使うことができたのは、シンのおかげだったとも言えるでしょう。クローンのシンはオリジナルの言われるがままに動いていましたが、オリジナルの動力が弱まったことから見切りをつけて彼の命を奪いました。その後、クローンの全員が兜の営んでいる孤児院に引き取られています。戦争を経て改心した兜、彼は大勢いるクローンの面倒を見るため、それぞれに新たな名前を付けようとしていました。いつか真のクローンが新たな名前で活躍する様子が描かれるといいですね。デルタ。デルタはサンズアマドによって作られたクローンです。謎の組織からに幹部として属していました。アマドが木の葉の里へ亡命して以降は、木の葉の新たな戦力として活躍しています。デルタの体はアマドの技術が詰まった化学人具でできており、アマドによる設定で彼女の行動を制御することが可能です。彼女の化学人具には他にも多くの機能が確認されています。足には形状を変えて攻撃や飛行を可能にする機能、目には術を吸収して相手に返す機能が備わっていました。背中には彼女の記憶のバックアップに使うドローンのような化学人具が搭載。彼女が仮にやられてもこの化学人具が残っていれば記憶を引き継ぐことが可能です。以上の通り、デルタにはアマドの改造によって様々な能力が加わっていることがわかります。そんなデルタはもともと、アマドの娘であるアケビを完全再現する目的で作られた存在。アマドは謎の病で亡くなってしまったアケビの肉体を、クローン技術を使って一新するつもりでした。しかしアマドによると、実際に誕生したのはアケビと同じ姿と記憶を持った全くの別人だったようです。デルタは気性の荒い一面を持っています。魂の再現は神のみがなせる技だとアマドは痛感しました。しかしその後、彼は真術、カーマの効果に目をつけます。カーマには人間の意識を再現する可能性が秘められているのです。アマドはカワキのカーマにアケビのデータを組み込みました。彼の想定では、新たに作ったアケビの体にカワキのカーマを刻むことでアケビを完全再現できるようです。しかしこれにはボルトやカワキと同じように大筒木になってしまう懸念があります。民間の新たな脅威になりかねません。果たしてカワキはカーマを刻むのでしょうか。そしてこの葉に2人存在するアケビのクローンの今後に注目です。カシン孤児。カシン孤児はアマドによって作られたジライアのクローン。からに属していたアマドがリーダーである次元を倒すために作った人物です。その性格からはジライアの冷静沈着な一面が強調されたような印象を受けます。孤児の強さは絶妙に調整されたものでした。あまりに強すぎると次元に目をつけられ処分されることとなるのです。彼は次元と戦うその時まで倒す方法を隠していました。孤児の術は主にジライアのものをかなり忠実に再現しています。加藤を得意としているだけでなく、螺旋岩や仙人モードまで使用可能。ジライアのクローンとはいえ、ジライア本人がいない中でここまで彼を再現できるのには何か秘密がありそうです。そもそもとして、
アマドがなぜジライアのクローンを作り出すことができたのかも謎です。さらに孤児の能力はジライアを再現しているだけにとどまりませんでした。彼はカトンとは異なる本物の炎を口寄せすることが可能です。次元の持つ術の吸収能力はあくまでチャクラでできた術を吸収するものでした。そうでないものは吸収できないのです。孤児は次元の弱点をつく方法を隠し持っていたということになります。また、ボルト第2部では孤児が単独で幻術を使っていたということが分かっています。幻術はジライアが苦手としていた分野です。そして孤児にあるジライアとの最大の違いが予知能力です。ジライアは大ガマ仙人であるガマ丸から予言を聞く形で未来を断片的に知っていましたが、孤児は自身が未来を予知してその内容を人に伝えることができます。孤児を含むカラは改造人間の集まりです。アマドによって大筒木芝居の細胞を移植されています。その中で孤児には偶然なのか予知能力である真術、実法が発現したのです。この真術で孤児の実力は飛躍的に向上したのではないでしょうか。ただ、孤児には予知能力を持っていても逃れられない重要な役目があるようです。大筒木一式によると、遺伝子には宿命があるとのこと。ジライアと同じ遺伝子を持つ孤児の宿命が気になりますよね。ジライアはガマ丸から予言を受けて、2人の弟子から救世主を選択しました。暁のリーダーであるペイン陸道を相手に最後まで戦い抜き、ナルトを信じて散っていったのです。絶望的な状況でも諦めなかったジライアの勇姿には何度見ても感動してしまいます。孤児は今後どのような選択を取るのでしょうか。以上、あまりにも強すぎるクローンをご紹介しました。クローンはボルトで強調されている新たな見どころの一つです。また、ボルト第2部では人真珠と呼ばれる脅威が臨界を大きく揺るがしています。彼らは10尾の分裂体の襲撃にあったもののチャクラをコピーした存在、クローンと似た性質を持っているということになります。オリジナルの存在がいる者同士、通じ合うものがあるのではないでしょうか。人真珠を止めるため、クローンたちがどう成長していくかに注目です。クローンの中に皆さんの好きなキャラクターはいますか？ぜひコメントで教えてください。これからもナルトそしてボルトに関する解説、考察動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。